はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日は渡辺君に念願のハラミをやっていく動画になります。今日もよろしくお願いします。今回このハラミ、こっちが身が厚くてちょっと身がバチッと締まってる。でこっちはちょっと小さかったりするやつのハラミ。まず最初はこの、こっちのハラミと最初初めてやから、これ最初にやってもらって、で次大本命傷つけたらどうしてくれんねやぐらいの商品こうセットで来たとしたら、極端に言ったら片っぽは薄いでそうなんですで片っぽは身が厚い。一頭であったらそれで僕は極力牛をもし半頭買う場合やと左を買ったりする場合よ。左やったか俺はどっちを買うんや今バッて言われると忘れてしまうから、右と左絶対同じじゃないから。でこの際に輸入物とかでもそうなんやけど真空した時にこの汁がこうブワーッと輸入物とかで特にあるんやわ、でそういうやつは劣化も早いっていうのは早いんやけれども、この真空の中に漏れとったこの肉汁みたいな汁がね、この肉につくとそれが色が変わる。その汁自体がもうちょっと物が悪いもんでこう劣化して、だからそういうのは、リードペーパーやそういうのできちんと拭いてからやった方のは長持ちする。であともう一つはこれを殺してすぐ真空するっていうわけじゃないんやけれども、水分が抜けてない間に真空パックしてしまうから余計にこれがふにゃふにゃという場合がある。でこれが逆にバッシバシの霜降りやったらそんなに水分っていうのないから真空パックにしてやってもシャキッとしたハラミとか下がりはなっとるかな。タンもそうやけどね、タンもその刺し気が多いやつは真空パックになっとってもこうふにゃふにゃにならんと、霜降りが容器入っとるからシャキッとした真空になっとる。これはねいっぺんに容器入ってくるでどれとどれがスイッチいうのが僕今これは分からん。でも大体、右左やとどっちか片っぽが、片っぽ薄くて片っぽ身が厚いと、で中にはもともと薄いやつもある。こっちが身が厚い方でこの皮をナイフで取る人もおるし、僕は基本的にこっちの薄い方、こっち側から取るんですね。こっちの薄い方からこうやって開けていく。でここはひっついとるもんでこっちの端っこはね、で極端に言うとこうひっくり返すとここに筋があってここがひっついとるもんでこうやってこれ切ってあるでいいけど、切ってないやつはここからこの皮がぶわーっと袋になっとるやつやで。で僕は基本的に、ここからガツンと切ってからめくる人もおるし、手でめくらんとナイフでこれまっすぐにしてからナイフでスーってする人もおるし、そのやり方はもう自由。でも僕は手で剥いた方が手っ取り早いもんでこうやって意外と簡単に剥けるんですね。簡単で、ただここら辺も取ってこの皮だけ引っ張ろうとすると身切れするから極力僕こうやって取っていくとこのこの親指をこうやってして身切れしやんように身もひっついこやんようにこの親指入れながらこうやって取っていくと。でここでこう引っ張っていくとこれはもう切ってあるんで手でこうやって引っ張ったら取れるんでこれ、でもこれが長くもうちょいついとるやつだとここでこの肉のここから筋があるこのサイドからナイフをバーって切っていかんとこのようにはめくりや。でこれも簡単めくってもうたで身切れしやんように肉持ちながらでこっちは割にこのサイドがひっついとる場合がある。でこれを全部めくらんとそのサイドこっちをめくるこうやって開くようにして、これも別にそんなもの悪いことはないと。ただちっちゃいし、身がちょっとね薄いっていうだけでそう引っ張りながらでこれが切りやんだ場合引っ張ってちぎりやん場合はナイフでこうやって切ったり、こっちからこっちは肉ついてないのでその辺取りやんだらナイフで切りやし。でこれは基本的に僕は筋としては使わんから僕はほったる。一番このハラミの中でこっちが身が薄いやんか、でこっち身が厚いで一番ここで
こう割れるん、ここで割れるんやけど、これ取れるんやけど、ここが一番身が厚い。で食べても食べ応えがあるし、で自分がもしこれ商売として成り立っていかんねえけど、ここだけを巻いたら極上ハラミで売るとこもあるとも思うんやけれども、ちょっとしかないから、大きいやつでもそんな大して取れへんから、まあ大体これと大体この辺ぐらいまで、ちょうどここから薄くなってくるから、一番美味しいとして肉厚が取れてお客さんに提供するのもね、この辺ぐらいまでが一番ええから。それからこのハラミが全部分厚いやつもあるから、そういうやつやともう全体的にええハラミ出せるけど、やっぱりそういうやつはまあまあええ値段もする。味は一緒なんですか？厚さが違うだけで。厚さが違うし味が違うというよりも、まあ言うたらこっちが身が厚いから焼いとっても肉汁も出るで、こっちは薄いからええやんちゅうわけじゃないけど、やっぱり食べとってここの部分っていうのは、まあまた今からちょっと教えるんやけど、でこれを柵取りに取っていく時はこの境目、これね、これで柵取りして取ってもらって、で次はこう割れるとこがあるね、こうやってしてこういうとこで、たまにここら辺とかでも割れるとこがあって、僕は本当で言うたらカルビーの大きさに合わせた柵取りをしていくのが一番ベストなんやけど、ここをこういう風に切ってしまうとちっちゃい肉でちぎれてしまうやんか。だからもう割れるというところを僕はもう最初に割っていく。幅の広さは関係なく、そこでそれはまっすぐじゃなくて斜め向いとったりするから、まあこれちょうどいいからね。これも今度ここで見てもらって、斜めかどうか、これ今度こっちにないでまっすぐ別に分からなく切ってもらって、で次ここでも割れるんやけど、まずここで割ると、で次が、今度は、ここら辺は割れへんやんか、割れるとこないけど、ここからここぐらいが一番ベストなカルビーの大きさやし、これが肉が厚くてここがちょっと薄なっとね、ここら辺かなとか。であとはこれ見ていて、この辺ちょっとこれ割れそうやなっていうところをここから割く。で次がだいたいこの大きさを見てこの辺かなと。でこれがペランペランなやつがあるの、たまに。うちはこれはそのもう一つのハラミは売っとるやんか、安い方のハラミ。あれにこれとかこうやって薄いやつはこれに全部回してしまう。でこっちがええからこっちはそのいい方に回すと。であとこれは、ここに筋ついとるやんか、これな上。ここの縦の。そうそう、これ筋やもんで、これはもうこういうふうに削っていくっていうやつで、これも削って、で次これがここやな。でここは別に割れるとこないけど、だいたい大きさ半分ぐらいでいうとこれぐらいかな。でこうでこの筋は前も食べてんか、あれだから美味しい。うちは筋煮とかに使うとるだけやから。焼肉で出してるお店もあります？お店もある。ハラミ筋とか。せやけど3人前ぐらいしかできやへんもん。でそこからもう下へポツンと。で反対ですか？反対で油がついとったらここら辺から取っていくんですか？そうスーッと。ちょっとぐらい油のコントンのは別にたまにいいけど、ここら辺も、そうそう、なんか肉も取れちゃいそうで。肉ひっつく、そこは油やから、ちょっと上手に油だけを削っていくみたいな感じで、これをツルツルにしてしまうと割高になるから、こういったちょっとぐらい残しといても大丈夫。大丈夫とは俺もよう言い切らんけどそうやってしてかんと単価の高いものになっていっちゃう。なってくるもんで、その辺の割合っていうのを自分でこれぐらいやったら許せるかなとかいうのは自分がもう決めてるな。せやけど今こういうハラミとかが高いから、この筋は取るけど反対側は取らんとこが多い。どういうことですか？これ今これするとするやんか。
この筋は取るけどこっちは別に油やからもうこのまま切っていくとこ。はい。それはいろんな人のそのインスタやったり TikTok とか見たらすぐ分かる。てか油はない方のはお客さんは本当はええと思う。身だ筋だけきれいに取ろうと思うで難しいだけで僕はあんまりこう気にせえへん。手前も意外と取っちゃっても。そうもうだってこっちはやっぱりコイラの厚いやつに比べたらコイラはちょっと落ちるから、でここも大方筋丸くやしこれ身見た本にはあらへん。でこれはもう波の安いやつに回すなり、にしとる。これをこれと同じように入れていくとなると、ちょっと失礼かなと。まあ値段もそこそここれもするからさ。だから実際に取れる筋ってこんだけやんか。そうそうこれを売っていこうとすると、今日はある明日はないで最初の人で次の人はないってなるから僕はせんだけ。別にこれ貯めといてしてもええと思う。希少部位といや希少部位だよな。であとこれの切り方がこの身がちょっと薄いやつはこうちょっと斜めで逆にこのような身の厚いやつやともう普通にこうやってバーッと切っていく。これがあんまり斜めにしてしまうとお客さんとしてはこう食べてしまうやん。それけどこれがちょっとゴロゴロっとしたやつやったらこうは食べるけどこれで口の中に入っとったらこうも食べるやん。こう斜めがずっと薄いだけやったらずっとこのままやんか。そうすると硬いお肉になるからでなんぼ切り目入れても柔らかにはならんと。まだこう食べとってこの肉がくるくる回るじゃないけどでそっちの方がまだ柔らかいと感じると言ってで何でもいいで斜めに切ればええっていう問題じゃないっていう。これもうまっすぐいきます？まっすぐでもええしこの辺になってくると今度は薄なってくるやんか。だから自分が切っていく中で最初はこうまっすぐダダ肉こういうちょっとな。であとは1枚を16やったっけ。そやけど全部が全部きちんと16になれたらならへんから、こういうやつの今度16とかにしていくと身が厚くなるから上手にバランスよく組んでいけるだけのこと。大体10でも感覚でなんとなく分かってくるやんか。これぐらいで16やなとか。そうすると最後やっぱちっちゃくなっちゃいますよね。小さなのでそれを入れるやんか。でその時に考えてもうこれやと大きい切ってしもたらこういうのができるでこのままつけてこれ売るとかね。開いてってことですか？じゃもう開かんとこのままそのまんま。でこれが中途半端に薄くて大きいやつやったら半分に切ったりとかさいろいろ工夫せやええと思う。でもこれが出てしまうと商売としてはならんやんかこれ。そうするとこっち行きになるやんか。だからお金のこと考えるとこっちに行かんように工夫しやな。これこういう場合こっちじゃなくて必ずそっちでもいいよ。どっちでもいいですか？切り方そうでそれはあんまり斜めにせんでも上からまっすぐ切っていった方のはそこは身が厚いやんか。でそれやったらやりにくいと今度は押し切りでも別にいいし。こっちってことですね。こっちの方がやりやすい。やりやすいよそっちの。けどそれはもうそれ以上切るとちっちゃなるで、それでいいと。でただここを焼いた時に身がちょっと厚いから、ちょっと切り目入れて火の通りをするとか味噌だれでしていくと黒い味噌だれな、そうすると焼けたか焼けやんとかわからんというのでお腹痛なったりする場合で牛肉の場合はまあまあそんなにお腹痛くなるっていうのは少ないと思うけど、鶏や豚になってくると、食中毒になりやすいやんか。だから鶏や豚でもこういったちょっと熱いところは火にかけて切り目入れるようにして、火の通りをよくするように考えていかんと、食中毒にもなると。これぶどまり計算はここで見るんですか？そう最初の見方から、これはあっち肉やん。芸の花、でこれはまあゼロ評価にして計算していくってやり方。さあ本命をいきましょう。本命を
株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。全然良さそうなハラミですよね。だから当たり外れもある、やっぱり。でええやつもあるし悪いやつもあるし、で次するやつが本命やから